お姉ちゃん、私に嘘をついてたのね。何のこと？私、この間お母さんに会った。ピンピンしてたわよ。会っちゃったの？なんで？偶然だったけど、へえ、そんな偶然あるんだ。でもまあ、じゃあしょうがないね。ひどいじゃない。私バイト代全部お姉ちゃんに渡してたんだよ。いいじゃない。それは私が全部私のために使ってあげたから、美人の姉のためになったと思えば、あんたも嬉しいでしょ？ふざけないで。この日を境に姉からの連絡は途絶え、数年が過ぎた。私は福田真美、現在28歳、独身 OL である。私の両親は私が3歳の時に離婚した。姉は2歳上だから当時5歳だったということになる。姉は母に引き取られ、私は父に引き取られた。両親が離婚して私に姉がいると言われたのは私が高校を卒業した時だった。でも父はなぜ離婚に至ったかは話さなかった。父はとても真面目で温厚な人だ。そんな父が離婚に至ったのはよほどのことがあったのだろうと思ったが、父は詳しいいきさつを語らなかったので、私も聞かなかった。父には言えなかったが、私の中にどこかで生きているかもしれない母や姉に会ってみたいという気持ちがなかったかといえば嘘になる。そんな私のもとに姉が突然訪ねてきたのは私が大学3年になったばかりの頃だった。大学の門前で待ち構えていた姉は手に持っていたスマホを見ながら私に声をかけてきた。あんた、福田真美？そうですけど、へえ、思っていたよりってか、写真よりさらにブサイク。そう言いながらスマホの画面と私を見比べながらその人は笑った。私と全然似てないね。本当に姉妹なのかな？と言って姉は私の顔をさらにじろじろ見ながら言った。姉妹って？姉妹は姉妹だよ。つまり、私はあんたの姉。あんたは私の妹ってやつ。わかる？お、お姉ちゃん？そういうこと。目の前にいる姉は私が想像していたような感じとはまるで違っていた。派手な化粧と真っ赤な服に黄色い髪。ちょっとさ、話があってあんたを探したんだよ。そこらでお茶しようよ。本当に姉なのかどうかという思いもあったが、そんな嘘をついて私に会いに来る人がいるとも思えない。私と姉が会うのは18年ぶりということになるが、ドラマのような感動の再会なんてのとは程遠い再会だ。まあ、現実なんてこんなものなのかもしれないと思いながらも、どこか落胆している私もいる。私はそのまま姉と名乗るその女の後ろをついて歩いて近くのカフェに入った。テーブルを挟んで真ん前に座った姉はそのテーブルに肘をついて顎を支えた状態で私を見てにやつく。やっぱ、お母さんの言った通りだね。お母さん？あんたってお父さんにそっくりでブサイクだから置いてきたって。お母さんがそんなことを？でもさ、そのお母さんがちょっと困ったことになってね。で、あんたに助けてほしいの。助けるって何？あのね、お母さん病気なんだ。それでお金がいるの。なんとかして。
なんとかって言われても、病気って一体何の病気だろう。それに私はまだ学生の身。そんなお金なんてないし、そもそも18年ぶりに会っていきなりお金を出せってどういう了見だ。だって、あんたにとっても母親なんだから、それくらい協力してくれてもいいでしょ？そのために、わざわざ探してあげたんだよ。こんな言い方されると誰も頼んでいないがと答えたくなってしまう。何の病気なの？なんか病名不明の難病らしいの。いろいろお金かかるのよ。私もキャバ嬢やって頑張って働いているんだよ。でも私にお金なんて。いくら捨てられたからって親は親でしょ？私ばっかりが面倒見るなんて割に合わないもん。あんたには協力する義務がある。突然やってきてそんなこと言われても全然気持ちがついていかない。第一、目の前の人間が姉だという実感も全然湧かない。この状況で全く記憶にない母が病気だからってお金を出せと言ってくることの方が理不尽なのではと思う私は優しさがないのだろうか。まさか、嫌だなんて言わないよね。それは。お母さんもね、本当はあんたを捨てたこと後悔してたのよ。ずっと会いたいって言ってたの。でも合わせる顔がないからって。そうなの？そりゃそうよ。母親なんだから。離れていても気にかけるのが親ってもんよ。そう言われるとやっぱり少しは気になるし、私も母に会ってみたいという気になる。お母さん、入院してるの？そうなのよ。もうお金かかっちゃって大変なの。じゃあ、会わせて。どこの病院？それは無理。どうして？あんた、お父さんとお母さんの離婚の原因聞いてないの？姉の問いに私は首を横に振る。すると姉は信じられない言葉を口にした。お父さんね、浮気したんだって。嘘。父は真面目を絵に描いたような人だ。この18年間、一人で私を育ててくれた。女性の影など感じたこともない。不器用で実直。そんな言葉がぴったり当てはまるような人なのに、浮気だなんて絶対にありえない。ずっと見てきた私にはわかる。それはありえない。だって、お母さんがそう言ってたもの。それでね、あんたはそのお父さんに顔がそっくりだったから、見ているのが辛くて置いてきたんだって。まあ、捨てたことには変わりないけどさ。もし母が本当に父が浮気をしたと思っているなら、そこには何か誤解があるはずだ。それならなおのこと、会って誤解を解かなくては。父のことをそんな風に思われているのは嫌だし、父がかわいそうだ。父は口下手なところもあるから、誤解されたままになったのではないかと、そう思った。そういうわけだから、今あんたとお母さんを会わせるわけにはいかないの。でも、さっき会いたいって言ってるって言ったじゃない。今は病気で弱っているからね。本当は浮気された男にそっくりの子供の顔なんて見たくないわよ。だから、とにかくお金だけなんとかして。私、余分なお金なんてないよ。バイトすりゃいいじゃん。あんた何もしてないんでしょ？今時の大学生って普通バイトするわよ。なんなら私が働いているキャバ紹介しようか？それはいい。なんでよ。つまんないところで働くよりずっと稼げるよ。ああ、
でもその顔じゃ無理かな。とりあえず、少し考えさせて。できるだけ早くしてよ。私、本当に困ってんだから。それとも、あんたのせいでお母さんがあの世に行ってもいいの？なんでそれが私のせいになるんだ。こんなに突然やってきて、ああ、そうですかって簡単にお金を出す人間なんているのか。そうは思ったが、会っていてもいなくても親は親。どんな人でも私を産んだ人だ。結局、私はアルバイトを始めた。父には姉が来たことも母に会いたいなんてことも言えなかった。父には社会勉強のためにアルバイトをすると話した。もちろんキャバではない。大学の近くにあったリサイクルショップである。姉にはキャバの方が断然時給がいいのにと散々言われたが、そこは譲らなかった。お金を渡す条件は母に私からだと言って、いずれ私に会える段取りをしてくれることである。大丈夫、任せて。お母さんもあんたが援助してくれているって分かったら、きっと会いたいって思うだろうし。約束だよ。という流れで、私はバイト代を全額姉に渡すようになった。今思えば、私も子供だったんだと思う。会ったこともない母のために働いてお金を渡すなんて。でもあの時は病気で苦しんでいるって知ったのに何もしないでいいのかって自問自答してしまった。もし何かあったら何もしなかったことを後悔するのではないか。母のためというより自分のためでもあったのかもしれない。後味の悪い後悔をしないで済むようにと。でも3ヶ月が過ぎても半年が過ぎても姉はなんだかんだと言い訳をして一向に母に会わせようとしない。一体いつになったらお母さんに会わせてくれるの？私もお母さんにマミに会ってやってって言ってるんだけどね。なかなかうんと言ってくれなくてさ、具合も良くないし。そんなに悪いの？それならなおさら。ああ、でも命に関わるような病気じゃないから、そこは安心して。そのうちちゃんと説得するから。などと言われて引き延ばされているうちに、バイト先で私は母の名前を見つけたのだ。リサイクルショップでは商品の買い取りをするときにお客様の身分証明書を提示してもらうことが義務付けられている。その時対応したお客様の免許証の名前を見て、私は思わずそれを出した女性の顔をまじまじと見てしまった。永原あかり、56歳。姉から聞かされていた母と同姓同名で年齢も一緒。その顔はなんとなく姉に似ているようにも見える。そうしたらその女性が私の名札を見て口を開いた。あなた、福田真美っていうの？はい。と言ったきり、女性は何も言わなかったが、名前だけでなく直感とでも言うのだろうか。私はこの人が私を産んだ人だと思った。もしかしてあなたは私を産んだ人ですか？随分と回りくどい言い方をしてしまったが、この時はこんな言葉しか出てこなかった。お母さんですかと聞くよりは、その方が的確な気がした。何その聞き方。っていうか、あんた私の名前を覚えていたの？まだ3歳だったのに。随分とお元気そうですね。ものすごく元気よ。っていうか、それがどうしたの？なに？自分を捨てた母親が元気だったら気に食わないの？ああ、いえ。
そうじゃなくて、お姉ちゃんにお母さんは病気だって言われていたから。お姉ちゃんって、え？あんた、ミキに会ってるの？ちょっと、じゃああの子に言っておいて。金返せってね。え？あの子ったらホストにハマっちゃってね。私のキャッシュカード持ち出して勝手にお金を引き出したのよ。それっきり帰ってこなくて、もう2年も会ってないわ。嘘。ほんとよ。まあもうどうでもいいけどね。ああ、あんたもこんなところでアルバイトしているってことは貧乏なんでしょ？間違っても私を頼ってこないでよ。もう私には娘なんていないと思っているから。わかりました。やっぱりこっちも感動の再会にはならなかった。現実なんてこんなものだ。ドラマのような展開にはならない。そうして私は速攻で姉に電話したのだ。お金返して。そんなの残っているはずないでしょ。諦めな。だいたいゴロッと騙されるあんたが悪い。ああ、でももうちょっと引っ張れるかと思ってたんだけどね。ひどい。今までありがとう。じゃあね。自分のバカさ加減が情けなくなった。なんでずっと会ってもいなかった姉の言葉なんて信じてしまったんだろう。そう思うと悔しくて惨めで泣けてきた。それっきり姉から連絡はなかった。きっともうこれからも関わることはないと思っていた。そうして翌春、大学を卒業して就職も果たし、過ぎていく日々の中でだんだんと姉のことを思い出す日もなくなっていった。そして数年が過ぎ、すっかり OL 生活に慣れてそこそこ充実した日々を送っていたら、突然また姉から電話がかかってきた。号泣していて、その様子はやけに大げさで芝居がかっているようにさえ感じる。今度は一体何なんだ？また新たなことを考えて私を騙そうとしているのかと構えていたら、なんでお父さんのお葬式に来なかったのよ。といきなり怒鳴られた。前よりもますますわけわからないことを言ってる。今度は何を企んでいるんだ？自分を育ててくれた父親の葬儀にも来ないって人としてどうなのよ。何を言ってるのか全然わからないんだけど、今度は一体何を企んでるの？と答えたものの、この人に人としてとか言われたくない。企むって何よ。父親が天国に行ったんだよ。それは知ってるけど、葬儀にはちゃんと出たよ。3年前にっていうか、もしは私だったし。は？3年前？だってお父さんが亡くなったのって3年前だから。はあ？バカ言わないで。お父さんがあの世に行ったのは先週じゃない。あんたに見捨てられたって言うから、私はこの1年ずっと介護してやってたんだから。本当に何を言ってるんだこの人は。私の父は3年前に癌で亡くなった。発見が遅れて病院に行った時はもう手遅れで余命半年と言われた。私はその最後をちゃんと見とった。今さらこんな馬鹿げたことを言わないでほしい。わけわかんないこと言わないでよ。現に私は。さすがに私もわけがわからない。でもどうやら嘘を言っている風でもない。どういうことだ？あんたの言っていることが本当なら、私が介護していた人は誰なのよ。最後まで介護したら財産くれるって言ったのよ。だから面倒見てたのに。なんだその話は。
父が生きていたとしても、姉にそんなことを言うはずもないし、どんなに体が不自由になっても、姉に介護なんて頼むことはもっとありえない。だとしたら、と考えて、私はあることを思い出す。ひょっとして、何？あんた何か知ってるの？もしかしたらこれってあんたの仕返し？そうじゃないよ。ただお姉ちゃんの言ってることは本当かもしれないって思っただけよ。当たり前でしょ。誰がこんな嘘を言うのよ。じゃあ、ちゃんと自分の父親を見とったってことかな。一体どういうことなのよ。お父さんが2人いたとでも言うの？まあ、そういうことになるかも。ふざけないで。そんなこと言ってもあんたに財産なんて渡さないわよ。お姉ちゃんが介護していた人は、お姉ちゃんの父親でも私の父親ではないから。全然意味わからない。父が亡くなる前に、私は父から母との離婚のいきさつを聞かれたのだ。母は姉に父が浮気をしていたと言っていたようだが、それは逆である。母には結婚前から恋人がいた。その恋人は母が結婚前に勤めていた会社の上司で既婚者だった。母はその相手の妻にバレそうになって慌てて父と結婚したが、結婚後も関係を続けていた。つまり姉はその浮気相手の子である。姉が生まれてしばらくした時に母はその男と些細なことで喧嘩別れした。ところが私が生まれた1年後に再会してまた関係が始まった。それがとうとう男の妻にバレて、その妻が家に乗り込んできて母の浮気が父にバレたのだ。それでも父は子供もいるし何とか許して再構築をしようと思ったそうだが、母がそれを拒んだ。今回のことで浮気相手の離婚が決まったからそっちと一緒になる。父そっくりな私はいらないから置いていく。浮気相手の子供だけ連れて行くと言って離婚届を置いて姉だけを連れて家を出たのだ。ところが相手の妻は夫が浮気相手の母と結婚するつもりだと知って離婚を拒絶した。父の知っている限りでは母が浮気相手と再婚したという話は聞いてないそうだ。母から浮気相手がいつまで経っても離婚しないから子供の養育費を払えと言ってきたことがあるとか。離婚するときに姉の DNA 鑑定もした上で父と姉の親子関係不在確認の申し立てをしてすでに認められている。母もその時は浮気相手の子として入籍するつもりだったから同意していたのだ。なので今更そんなことを言われてもその義務はないと突っぱねたそうだ。かいつまんで姉にそれを説明したら姉は相当驚いていた。母は結局再婚しなかったからその話は聞いていなかったようだ。じゃあ、あの男は？多分お姉ちゃんの実の父親なんじゃない？でもなんでその男の人は今更お姉ちゃんのところに来たの？お母さんが連れてきたのよ。あんたの父親だから面倒見てやれって。それで、そんな簡単に引き受けたの？もちろん最初は断ったわよ。冗談じゃない。そんなのマミに見させればいいでしょって。そしたら、面倒を見た方の娘に財産を全部くれることになってるってお母さんが言うから。なるほど。黙って父親の介護をするような姉ではないから、騙したってわけか。要するに、姉も欲に目がくらんだだけだ。母も母だが、以前会った時に姉にお金を取られたとか言っていたから、それこそ仕返しだったのか、それとも昔の男に頼ってこられて、
困って姉に押し付けたのか。まあどっちにしても私には関係ない。とにかく私のお父さんは3年前に天国に行ったの。お姉ちゃんが介護したその人は私と何の関係もないから、もう連絡なんてしてこないで。あんたが来たら私が財産を独り占めするって自慢するつもりだったのに、全然面白くないじゃない。どうしてくれるのよ。知らんがな、そんなこと。てか何なんだ、それは。いかにもこの姉の考えそうなことだが、マジで知ったことじゃないわ。もう相手にしてられないから電話を放り出して自分の用事をしていたらいつの間にか切れていたので、そのまま着信拒否した。そしたらその翌月、知らない番号から電話がかかってきた。姉だったら嫌だなとは思ったが、私は営業だからたまに仕事で知らない番号からも電話が入る。基本的にはやりとりはメールでするのだが、知らないからと言って無視もできない。営業歴も5年になって、最近は知らない番号からかかってくることもあまりないのだが、恐る恐る出てみたら、マミよね、お母さんよ。などという言葉が耳に飛び込んできた。はい？頭の中に数年前一度だけ会った母の顔がよみがえる。でもなんだって今頃という疑問しか浮かばない。よかった。ミキがもう繋がらないとか言ってたからどうかなって思ってたんだけどさ。何か？さ、ちょっとお金用意してくれない？はあ？聞けば母はまた既婚者と関係を持って相手妻から慰謝料を請求されているそうだ。姉にも頼んだが、先日の父親のことで怒っていて聞いてくれないとか。まあ父親のことがなくても、あの姉がお金を出すとは思えないが。もちろん私だって今更母にお金なんて差し出す義務もないし、そんな気も全くないが、先日の父親の件はどういうことだったのか聞いてみた。あれ？まったく迷惑な話よ。もう別れて何年も経ってるのに、今になって妻が出て行ったから面倒見てくれって。しかも余命宣告されたとか言うし。ただ、その男には親から受け継いだ結構な財産があった。母は面倒を見てやったら少しは分け前がもらえるかもしれないと思ったそうだ。でも自分で見るのはめんどくさい。それで姉に押し付けたのだ。娘だから財産もらえるわよと言ったら、それなら面倒を見なくてももらえるだろうと姉は言った。それで思いついた。姉は自分が浮気相手の子だとは知らない。財産は私と姉の2人に行くことになるが、どちらか面倒を見てくれた方に財産を譲る。そう言うと姉は思惑通り、私に財産を渡したくないと思って介護をしていたそうだ。母は男にも言い含めて余計なことを姉に言わないようにと口止めした。でないと誰も面倒を見てくれないよって。もちろん男にはお金があったからヘルパーでも何でも頼めただろうが、やっぱり人生最後の時を一人で過ごしたくなかったのだろう。まあ自業自得だと思うが、男は母に言われた通り姉には何も言わなかった。どちらにしても姉が自分の娘に違いないのだから、最後を見とってほしいとは思ったのかもしれない。ところがさ、あの男、結局離婚成立してなくてね。あの嫁、あいつが離婚して他の女と幸せになるのは許せないって絶対に離婚しなかったのよ。でさ、子供もいなくて他に身寄りもいなかったから、財産は全部嫁のものってわけ。
こういうのくたびれ儲けっていうのよね。いや、介護は姉に押し付けたんだから、あなたは何もしていないでしょうと言いたい。でも姉は娘なんだから、もらえるのではと思ったら、それがダメなの。ミキは認知もされていなかったからね。あの男、離婚成立するまでダメだとか言って、まあそれで大喧嘩して別れたんだけどね。と、母はケラケラ笑った。全くどういう神経しているのやら。ミキったら、父親が天国行ったら、これで全財産自分のものになるって喜んじゃって。あんたには私から葬儀の日時を連絡するからって言って連絡先を聞いたの。でも呼ぶわけないけどね。あんたにとってはあの男は他人だから。姉は私が葬儀に来たら全財産は自分のものって自慢するつもりだったようだ。でも私が来なくて腹を立てて連絡してきた。泣いていたのも嘘泣きらしい。介護は自分がした。亡くなったことを悲しんでいる自分こそが遺産相続人にふさわしいと見せつけるためだったとか。あまりよくわからない理屈だが、とにかく全財産をもらえるのは自分だということを言いたくて、私に連絡してきたというわけだ。姉はその財産がもらえると思って相当の散財をして、今は借金だらけで、母がお金の無心をしたら怒鳴り散らしていたらしい。まあ、どっちもどっちだ。ひどいでしょ？母親が困っているのに助けようともしないのよ。でもあんたはそんな冷たいこと言わないわよね。私には母はいません。もう二度と連絡してこないでください。そう言って、私はそのまま電話を切って、速攻で着信拒否した。また知らない番号からかかってくるかもしれないが、相手にするつもりはない。私の家族は、今も昔も亡くなった父だけだ。父の娘で、父と生きてこれてよかったと心から思っている。私ももうじき結婚する。父のように、とても優しく誠実な人だ。父も天国からきっと見守ってくれているだろう。